オープンワールドという言葉は今や罠です。まさか達人がいるとは思わなかった。他のゲーム会社がこの PV をリリースしたら、プレイヤーは本物かどうか疑問に思う。言動のみ。質問されないだけでなく、プレイヤーは PV が悪いという。それがプレイヤーに与える自信です。ゴーストタワー3ダウンロード。幻の塔4指導。PV は48年前のアシャー大陸を見せてくれました。よく知られている。公開ベータ版のアシャは大変動で破壊された後の姿。それが最後のハイドです。破壊する前に。ここは繁栄する惑星間植民地都市です。4.0 は過去のものです。しかし、地図も違います。大災害が起きた時、時空の嵐。文明を破壊するだけでなく、地形も変わった。これは公開時のアシャーの地図です。これは相対位置に基づく風の 4.0 マップです。島の面積が大きくなったことがわかります。バンギス港も内陸に近い。オーロラ工業の跡地が現在の重島。技術力が弱いのも不思議。警部補として活躍している。この地図によると、風は PV の内容を分析します。しかしその前に、まず言葉を吐き出す必要がある。幻の塔、あなたは私を欺いた。では本題に入ります。手前は主役の身の上。この内容について、前回の動画で解説しました。詳しくは述べない。グリッドの世界に直接早送りします。主人公がグリッドの世界に入るときは、オーロラ産業窃盗事件の後、ロスリンは警察官に降格された。大通りでの勤務。水曜日の強盗団は逃亡した。泥棒を捕まえるのを助けることも重要な要素です。この窃盗は単純ではない。風の後も動画で解説します。周辺からの眺め。主人公がグリッドに着陸する場所は星の島の避難所。風は少し自治視察に行った。周りの景色は正しいです。その中でも幻の塔は重要なランドマークです。どんな地形が変わっても、幻の塔の位置は変わらない。主人公の背後にある建物。スターアイランドホテルとも呼ばれる。これも盗難事件で言及されたスターアイランドビルです。ランドマーク建築です。スター島は大変動前に有名な金持ちのリゾート地でした。ホリデーイン中風呂スターアイランドとも呼ばれる。爆発図にはこんな図があります。看板にはアジアの歓迎の言葉が書かれている。遠くの建物は島の建物です。左はオーロラ産業です。写真が回ってオーロラ産業にやってきた。この俯瞰図は建物の相対的な位置をよく示している。まずは印をつけましょう。左は草のようです。当初はクローバービルと呼ばれていた。中央の2階には大きなスクリーンがある。早くも右下に形状がある。真ん中に2つの橋があります。上の文字は Y 字型です。これらの建物を覚えることで PV の位置変化を把握できます。カメラの切り替えで、私たちは再びスターアイランドに戻りました。東南の地図を参照。この角度は島でしか見られません。円の周りにあるのがオーロラの建物です。リングには建物から一番遠いところに隙間があるので注意してください。この隙が向かっているのはちょうど下の町だ。オーロラ街道と名付けてください。右下には休日があります。また、星の島は休暇の場所です。カメラが回って主役が登場。トンネルを抜けると遠くにオーロラの建物が見える。月がちょうど私たちに向かっている。両側には未来の街灯があります。グリッドの世界には昼と夜の両方の形態がありますように。ベラの鏡は素晴らしい。しかし、火がないのは残念です。ネットワークがこの後悔を補うことを願う。カメラが入ると、右下に表示される大画面に注意。左はクローバーの建物。右下には駐車場もある。カメラが遠くに。2つの橋が見える。左下隅にはまだ道の一角が露出している。地図を見ると私たちがこの地域にいることがわかります。クローバータワーの入り口の斜面にも注意してください。左右2つの方向に分かれています。これも後に受験。画面が一転して一つの広に来た。右側にはノルン連邦の標識がある。旧連邦である。事務所かどうかは不明。ここでは参照が少ない。場所を確認できない。写真の2つのヒントが重要です。紫色の髪の男が主人公を見つめている。後ろにも現れる。もう一つは橋の上の車です。長さから見ると、これが未来の磁気浮上式鉄道でしょうか？鏡は地下鉄で、グリッドはライトレール。合理的でしょう？次のシーンで主人公を見る。遠くに浮かぶ島とオーロラの建物に注意してください。主人公は島に戻っている。だから私は悪魔を嘘つきと呼ぶ。順番に進んでいるようです。現実は違う。PV にもリンクされた映像がある。2つの全く異なる場所。これがビデオが遅れた理由です。しかし、私を守ることはできません。すべての写真は私から盗まれました。これは主人公が最初にネットに入った時のことです。PV の順序が乱れている。次のシーンは通りです。多くの人はここがオーロラだと思う。残念ながらそうではなく、オーロラの街を見る地図。建物の階段の下にはドアフレームがあります。こちらは看板。歓迎の言葉があります。主人公が行く場所を見てください。看板はありません。これはオーロラ通りではない。しかし、注意すべき4つのヒントがあります。1つ目は遠方の建物。上には英語がある。翻訳すると、紙鶴物流。どこにあるのかわからないけど、おそらくそれはラインに関連する。2つ目の手がかりは路上のタクシー。グリッドの世界には車のシステムがあるかもしれない。みんなの地図移動に便利。3つ目の手がかりはロボットの出現です。このロボットは幻の塔に発した。オーロラ窃盗事件では、スターアイランドビルもこのロボットを発注しました。4つ目の手がかりは通行人の少女の足元にある装置。道が見える。これは新しいソースですか？レンズを切り替えると、今回は本物のオーロラです。ミアは4代目の地獄。だからここのミアは私たちの知り合いではなく、過去のアシャーの量産型。女の子のドレスはとてもクールに見えます。主人公はいつ着るのか？遠くのビルはクローバービルです。道路の上に橋が見えます。現時点での位置はおそらくここです。次の写真は十字路です。左遷されたばかりのロスリンがホームについている。遠くに螺旋橋が見えます。しかし注意が必要です。新マップには2つのヘリクス橋がある。
ここでは2つの道路の上に注意してください。1つは赤信号。1つの上の看板は2つに分かれている。カメラを回す。それはまだ十字架です。しかし道路の上を見ると、ここはすでに場所が変わった。遠くの看板が1つになった。PV は本当に苦労した。同じ場所のようです。実際には常に混合物です。だからこそエースはロスリンに会えなかった。場所が違うから。遠くの斜面を見てください。そうですね。これはクローバーの建物です。街道少女エースが俺たちを襲った後、ロープを振って去った。キャラクターのメカニズムなのか、新しいソースなのか。主人公の位置はここ。振り向いて遠くの車に気づいた。このカメラも汚い。カメラは前方にあるようです。現実は違う。主人公が見た車の横にはドアフレームがあった。3人の後ろにはない。これは2つのシーンです。未踏男がいる場所はオーロラビルの下にある。オーロラ産業で窃盗事件が発生。ジャーナリストに立ち向かうことができる。彼の地位は決して低くないことを示す。おそらく小さなグループです。車の中で急いでください。彼もすぐに乗った。次のショットに注目。また場所を変えた。車を運転する。ヘリックス橋の機能も見られます。これも8号機の反重力技術を使っているはずです。高速としてのみ使用される。街の高架橋に例えることができます。車が一番高いところまで行くと、カメラを再び切り替える。そうだ、また場所を変えた。左下のアシャリアの挨拶をご覧ください。ここはもうクローバービルのスロープじゃない。車が動くにつれて遠くに幻の塔が見える。ここは星の島に戻ります。ヘリックス橋は2つ。だからこそ公式にはこんな風に演奏するのです。隣の2階にはバイクに乗った美女がいた。彼女は水曜日の強盗団の2つの角です。手にネックレスを持っている。そして幻灯を見た。このネックレスは重要なアイテムですか？例えば鍵がないか。過去のファンタジータワーは明らかにサイエンスフィクションです。タワー全開の幻灯みたい。塔もエネルギー化されている。カメラが回転すると電子。地図の位置から見ると、この地域は以前の地図にはなかった。大画面には ANTV の映像が流れている。3つのニュースがある。1本目はベラ幻灯が第2期試運転に入ること。ベラの幻灯は最後に建てられた。完成が遅く、使用が遅くなりました。これはまた災害後のベラの放射線を最小限にします。2つ目のニュースはギアオデル電子の時価総額がオーロラ産業に近づくことです。オーロラはアシャ州のトップである。しかし保守はこの波を逃した。電子工学はエネルギー技術のためです。ライジング中黒ユキ。両者は競争関係にある。オーロラ強盗事件の背後にある可能性。両者の貿易戦争。3つ目はインタビューです。抗議に抵抗する人々。しかし彼らの主張は異なります。画像が入るとライブに到着。抗議の看板が4つあります。1つ目は独占技術に反対することです。原能禁止法の成立後、新しい原エネルギー研究は新しいエネルギー研究が可能です。これは原発産業を独占することに等しい。他社には不公平です。企業のボイコットのようなものです。2つ目のブランドは原エネルギー技術特許の制限。ハントラストでもある。技術的独占に焦点を当てています。例えばジューレル電子が出願した特許技術。他人は使えない。3つ目のブランドは原エネルギー技術禁止。アジュールも。これがアイダニズムの主張です。環境団体からの抗議も近い。そして最後に4番目のブロック。一部手で塞がれている。それでもわかりますが、ビラに幻想塔を建設する。抗議の看板を掲げても驚かない。しかし可能性はありますか？反対している。看板は抗議者に向けられるべきではないか。彼らの抗議の対象は電子です。エネルギー業界のリーダーとして、この会社には傘があります。こんなに大きなケーキは食べられません。しかし、それはまだ幽霊が言うまでもありません。階段の上のロボット。風の前に注意してください。道路からもロボットが見えます。ケビンの製品はあらゆる分野に進出しています。しかし、それは必ずしも良いことではない。悪を生み出すなら、ターミネーターを参照。主人公が動くにつれて、ここのエリアはもうどこかわからない。しかし、再び紫色の男が現れた。再び主人公の行動に気づく。なぜ風が彼を呼ぶのか？グリッドは過去のアーシャの複製です。彼らは常に循環しているはずです。傍観者の主役に気づかないでください。しかし彼は気づいた。非常に興味を示した。これは罠でしょうか？主人公はついに電話ボックスに入った。主人公が底辺に入った様子。しかしカメラの切り替えもあります。風は2つの出来事だと思った。電話ボックスを探すのは現実の人と繋がるためです。PV から見るとグリッドに入るのは主人公1人だけ。外部支援も必要です。電話ボックスは適切な連絡手段です。結界に入った画面から見ると、背景には植物があります。電話ボックスの中のようではない。底辺に入った後、主人公はファイアウォールから熱烈な歓迎を受けた。この怪物は爆発で言及された。主人公は避けるべきだ。権限を無効にする。世界に投げ込まれた。モンスターがファイアウォールだと分かったから。最後の固めのボスも同様です。可能性は2つ。1位はジェソトス。グリッドはゲソトスによって作られた。実際にはゲソトスの中にいます。固めのイメージもぴったりです。グリッド内ではネメシスの敵かもしれません。ファイアウォールを引いて侵入を防ぐ。2番目はしばらくです。ネメシスの共犯者として、スーパーコンピューターの意識でもあります。ここに現れるのも意外ではない。9人はパニックに陥る。9つの機能は時間がかかります。しばらくの間陰謀があります。9位が危ない。カメラを回す。ついに姉さんに会えた。彼女は底辺の世界にいました。昆虫のような怪物もいる。爆発分析はウイルスです。ナイムシスはそれ自体がデータボディなのでしょうか？どうやってウイルスを制御するのか？主人公の最終目的地でもある。4.0 の戦いです。4.0 の2つの PV。メインラインは2つに分かれます。一部は表面世界の窃盗事件。その過程で第3次の真相に触れた。もう一つは下に入ってネメシスを探すことです。ファイアウォールを倒す。
ウイルス女王ネメシスを倒す。この時期に2つのシーンは互いに交差するはずです。ネメシスはおそらく表面世界の働きにも影響を与えるでしょう。ますます新作が楽しみ。はい、今期はこれで終わります。風に注目して違う幻の塔